おはようございます。阿部義俊です。ちょっとだけレンズの話から入ると、シグマの FPN に今日はニコンマウントの、シグマの21から 35mm、F3.5 から 4.2 という、ちょっと変わったレンズをつけてます。そんなレンズ出してないだろうって、言われる方も、多いかと思うんですけど、オートフォーカスもついてない昔のシグマのアートラインとかそういうよりもずっと前の古い、シグマのレンズです。でもまあなかなか、レンズに甘いというかみんなどのレンズを見てもなかなか味があってよろしいみたいな感じになっちゃいますけど、まあこれはこれでいいんじゃないかと思います。というわけで今日はこの間の話の続きでちょっと前回のやつを見てほしいんだけど、話がすごく繋がってるわけじゃないし、これは独立した話でもあるんだけど、前回の話の中で、僕は自分なんで絵描きになれたんだろうか、みたいな話をして、その中でだから、絵描きになれると確信して、そこに全集中しているみたいなことが、まあ良かったみたいな話をちょこっとしたと思うんですけど、その中ででも、そういうやり方を、手放しで進められないのは、要するに僕はたまたま、そんな風に自分の絵描きになれるという確信を持って自分の人生の選択肢を全て、プロの絵描きになれる確率が高まる方に向けて全集中した結果、そこのルートに乗ることができたけど、まあ、全集中した結果乗れないという可能性も当然あるわけですよね。目指したら全員絵描きになれるわけではないので。なので、全集中してしまって、うまくいかなかった時の、もしかするとダメージが大きいんじゃなかろうか、みたいなことから、ちょっと手放しに進められないのかな、みたいなことを思ったりもしたんだけど、そうは言っても、結局のところ、何かに向けて、全力で取り組んだことみたいなのは後になってから思わぬところで役に立ったり自分を助けてくれたりするもので、何かうまくいかなかった時のダメージがでかいからチャレンジするのをためらってる暇があるんだったら全力でチャレンジした方がマシだよという話をちょこっとしてみようかと思います。僕は碁打ちの家に生まれて、碁打ちって囲碁将棋の囲碁ですね、の家に生まれて、で物心ついた時から今囲碁のプロ棋士になることを非常に親から強くなんていうかな願われていてというか期待されていて、やりたいやりたくないに関わらず自分に選択肢があるということに気づく前の段階からもう流れとしてそういう家だったので、もう最初にだからその意思を持たされてっていうとすごい無理やりやらされたわけじゃないので、ただまあやってたわけですよ。で小学校幼稚園か小学校上がるぐらいの頃から始めて、6年ぐらいまでやって、そこでどう考えてもこりゃダメだということで、やめることになったわけですよ。で、そこからちょっとやはり、もう父も亡くなっちゃったんで、あれですけど、そうだな、うまく喋れなくなって、結果的にあまり父親と、ちゃんと話したことがなくって、今だったら、要するに自分が親になって、この年であれば、何かもうちょっと、いろんなことに感謝できたりとか、あったんだろうけど、ちょっと話ができないまま終わっちゃったんで、それは自分の中ですごく心残りというか、だったりもするんだけど、まあそれはそれとして、囲碁をやっていたわけですよ。で、6年間、僕はだから、土曜日曜みたいなものが、その頃だから土曜日も学校ある、時代だったんで、本当になんか昭和の話になっちゃうな、つい。で、日曜日は囲碁がある日で、一日囲碁で潰れるわけですよ。なので日曜日に友達と遊ぶっていうことを一度も経験したことが、多分ないまま小学校時代が、まあ6年半ばぐらいでやめて、まあ6年後半は日曜日ができたわけですけど、まあ、そんなだったわけですよ。と、なんかね、毎週日曜日行くじゃないですか。碁やるじゃないですか。僕はだからその頃から、なんかあらゆることに才能がなかったんで、碁もね、本当に下手でというか、僕はだから消極的な、受け身の性格なんで、囲碁は、どっちかっていうと、そうだな、上手くなってくると多分全然違うんだろうけど、本当に初歩の段階では、攻撃側が有利っていうか、要するに、囲碁の話をちょぼっとだけしちゃうと、白石と黒石をオセロみたいに交互に打って、広く陣地を囲った方が勝ちなわけですよ。
と、相手の陣地の中に、自分の石が攻め込んでいったりすると、例えば白が黒の側の、陣地を攻めていくとすると、黒の側は白の石を倒すために自分の陣地に結局石を置いていくじゃないですか。そうすると、攻撃側は全部攻撃が失敗してプラマイゼロ。守る側はパーフェクトに守りきってプラマイゼロみたいな感じになるわけですよ。だから攻撃側が圧倒的に有利なんですよね。で僕みたいに常に受け身の性格の人間は、囲碁にはあまり向いてなくて、多分ここからずっと続けていくと何かその守りの強さみたいなものがあったのかもしれないけど、そういうことが分かる前に自分は挫折してしまったので、辞めて以降、だから父とも話をせずじまいだし、囲碁に関わるものに近づくのも何か怖いっていう感じでなんか避けて一度も意思を握ることがなく、来たわけですけど、で前回ちょこっと話したけど、だから僕は漫画のアシスタントのバイトで役に立たなかったんで絵の勉強しなきゃっていうことで、絵を描き始めて、その時に美術系の予備校に行ってで石膏デッサン始めたら、そのデッサンが好きになっちゃって、やってるうちに結局流れてその美大に行ったりしたわけですけど、その予備校の中でどっか結構その芸大の入試の直前ぐらいのデッサンで、生物で鉛筆でデッサンをしていて、僕はその頃に背景を入れて描く、要するにその予備校の課題として卓上にリンゴとかバナナとかワインの瓶とかいろんなモチーフが置かれたりするわけですけど、白バックで描くのが基本だったんですよね。僕はなんか白いものがあったりすると背景暗くした方がいいなと思ったりしたんで、常に背景を描いてやるタイプでっていうか、なんかそれあんまり当時としては珍しかったっていうか、あんまりやる人がいなくて、っていうのはだからその芸大であれば石膏デッサンとか背景描いて受かった人がいないんで、当時はねいなかったんで、一人いたのかな。僕は背景描いて受かったんで、僕が二人目だったかもしれないですけど、もうちょっといたのかな。でもあまり進められない行為で、その時は卓上のデッサンで、僕は背景をゴリゴリに描いて、最初背景なしで描き始めて何か足りないという感じがして背景を描いて、で背景の中に映っている風景みたいなものがあって、結果的に言うとなんかね、藁を編んだなんか俵のちっちゃいのみたいなものが確かねあったんですよ。で、背景を暗くしたことでその藁でできた何かこのオブジェみたいなものの窓から光が入って明るい面の方が白くなって背景が黒いからそこが引き立ったんですよね。で、その好評を受けた時に、とにかくこの絵は背景入れたことで白黒のバランスが非常に良くなってる。でそれはなんかここに白が置けるのが本当になんか特にの先生で言うともう天才的みたいに言われて、そんな褒められたことなんかほとんどなかったんでちょっとびっくりして、でその時になんか白を置くみたいな言葉で囲碁のことを思い出して、なんていうかな、囲碁が役に立ったわけ、直接役に立ったわけではないんだけども、囲碁の盤面って結局のところ、白石と黒石が並ぶじゃないですか。で何かそこに数学的な配置があって、なんかいい盤面はやはりなんか美しかったりするんですよね。それがうまく言語化できるほど自分はだから、ね、囲碁が分かってないのでアマチュアの初段になるかならないかぐらいでやめてしまったんで、でも複雑に戦った盤面は複雑な石の並びになっていて、圧倒的に勝ってる場所は大きな陣地になったりするじゃないですか。なんかそういうところの粗密感のバランスみたいなものが自分はそうだな、囲碁の盤面を見てる時に何か美しいなと感じていたりしたんだなみたいなことを思った時に、急に何か全くの人生の無駄だと思っていた小学校の6年間一度も友達と遊べなかったじゃないかみたいなことを思って、その囲碁の時間って自分の中ではで将来にわたってもこの囲碁の石を握ることはもう自分は絶対ないと確信していたんで、この6年間全く無駄だったじゃんみたいな、人生が寿命が6年縮んだようなもんだよってずっと思っていて、その間にできたはずのことをいつも思って、なんか損したなって思いながら生きていたんだけど、なんかその時になんか褒められた、白黒の配置が良いという褒められ方をした瞬間に、そのわだかまりみたいなものがシュッとなくなって、なんかこんな形で自分を助けてくれることもあるんだみたいなことを思って、すごくなんか良かったんですよ。あの時の佐藤先生がありがとうございました。
見てないと思うけど。そうなんだよね。なんか、変なところで、多分本当の意味で、それが本当に以後がやっていたことが役に立ったってことではないのかもしれないけど、なんかそういうふうにすごく思えたんですよ。で、なんていうかな、その最初の話に戻るけど、絵を描きたい、絵描きになりたいと思ってる人には対しては、だから、やはり逃げ道を完全に立って絵だけのことを考えろっていうのは、その人生の責任を持てないのでね、何か、絶対そうするべきとは言い切れないんだけど、でも自分の中では仮にうまくいかなかったとしても、本当に全力、視力を尽くしてやったことって、後になってから、その不意にとんでもない場面で自分を助けてくれるようにできている。あるいは、あの時のこの失敗があったから今の自分があるのだっていうストーリーになるような人生の選択肢を自分で作り上げていくことは多分できるはずで、仮に僕が、要するに前の話をちょっと見てほしいけど、いうように、人生のあらゆる選択肢において、絵描きに近づける方を絶対選ぶみたいなことを、自分の場合は行動力があったとか勇気があったとかじゃなくて、不器用すぎて絵描きになる以外の人生を思いつけなかったみたいなことなんだけども、でもそれをやりきったおかげで、絵描きになれたわけですよ。でもその時に仮に絵描きになれなかったとしても、別な、人生をそこから選択して何か違うことをやっていった時に、ある日、あの時に絵を全力でやっていたっていうことが必ず自分を助けてくれるはずで、その後でもし成功したら、あの時にその絵で挫折したこれが今の自分を作っているんだって言えるじゃないですか。なんか、そういう人生の選択肢の選び方みたいなことは必ずできるはずで、これだけなんていうかな、その選択肢が一応いろいろ用意されている、例えば日本の社会の中ではできるはずで、なので怖がらずに、怖がって8割の力しか出さないみたいなことが多分一番やばいと思うんですよ。それだったら失敗した時のダメージがどんなにでかくてもいいから全力を常に出し切ってる方が、まだどっちにせよ人生はリスクがつきものなんで、でも全力でやってる方がまだマシだと思うんですよ。というようなことをちょっと考えてみました。という、この間からのちょっと続きの話っていうか、でした。レンズを変えてるけど、実は連続して撮ってたりするんですけど。ということでした。ありがとうございました。ではでは。